こんにちはったらこんにちは、出雲です。前回に引き続き、IKEA の家具を組み立てたので紹介します。タイトルにもありますけど、勉強机です。机ぐらい半日でできるでしょう、とそう思ってた時期が僕にもありました。ままでしたけどね。組み立て過程を見る前に、今回の作業で得られた教訓とか、IKEA の大物家具を組み立てる時の注意です。あった方がいいもの。電動ドライバー。これないと腕が死にそうです。ルーター。これはキリでもいいと思います。部品を並べる広いスペース。段ボールの中から目的のパーツを探し出すのがすごく大変で、何せ似たような部品がたくさんあるので、広げておけるならその方がいいです。ネジなどの部品を入れるトレイ。これも目的の部品を探し出すのにすごく便利なのであった方がいいです。手袋、帽子。手は切ったり挟んだりしがちなんで、手袋とかはあった方がいいです。机とかを組み立てると意外と頭を打ったりするんで、帽子はあった方がいいですね。あと膝当て。長時間膝をついて作業するので、膝当てあった方が楽です。特に今回みたいに一日仕事になる場合は、おすすめです。説明書についての注意点です。部品にはとにかく識別する手段がありません。同じ形で穴だけ違う板とか、ちょっと長さや形状が違うだけのネジとかがたくさんあります。とにかくよく確認してください。日本語はおろか、あらゆる言語での説明がありません。すべてイラストで説明するスタイルです。世界共通のマニュアル使ったんでしょうね。謎解きしてるような推理力が求められます。作業が終わっちゃってから謎が解けることも多いです。よくわからないところは無視しても大体問題はありません。では、組み立て過程をご覧ください。大体40倍速でお送りします。まずはキャビネ部の組み立てからです。8時43分に作業を開始しました。この左上にですね、作業の時間が表示されています。まずはサイドパネルに、接続ピンを立てるところからですね。で、今つけてる金具があるんですけど、これがくせ者で、計4種類よく似た部品があって、番号も何も振られてないっていう。結構わかるまでに苦労しました。で、天板をつけるとなんとなく形が見えてきます。で、キャスターのソケットを取り付けて、で、そこにキャスターのピンをカチッと通せるまで差し込みます。で、側はだいたいできました。続いて引き出しを組み立てます。やはりピンを立てて、横板を差し込んでいきます。で、底板つけて、裏板つけて、ピンで固定して、あと横の金具ですね。さっきのと横にいたやつ。左右の違いに注意しながら取り付けていきます。で、同じ作業があと2回です。だいたいこの時点で作業開始から1時間経ってます。目ができました。最後の引き出しになります。はい、キャビネットができました。9時57分。1時間ちょっとかけてキャビネットができました。
次にメインのコーナーデスクを組み立てていきます。10時42分に作業を開始しました。まずはですね、ケーブルホルダーとサイドパネルをつないでいます。結構組み立てには広いスペースが必要になります。いろんな部品が散らかるんでね。で、天板と側面の板をつないでいます。で、この金具が足になるんですけど、止めるネジがめっちゃ硬くて、電動ドライバーがないと多分きつかったと思います。で、ずっと膝をついて作業してるんで、痛くなったんで、プロテクターをつけました。で、これを嫁様に手伝ってもらってひっくり返しました。どうしても作業には2人必要なゆえんがこれですね。で、上の方に棚の部分を構築していきます。で、ちょっと嫁様に手伝ってもらいました。手伝ってもらったんですが、部品を間違えていて、バラしてもう一遍組み直しです。今度は一人でやってます。同じサイズで穴の位置だけが違うっていう部品がいっぱいあって、本当に探すのが大変です。だいぶ形が見えてきましたね。出来上がりが想像できるところまで来てます。で、変な、可動ポケットがついてて、ちょっと何に使うのかよくわからないんですけど、割と複雑なギミックになってて、これが一番手間がかかりました。で、この可動ポケットに合わせて、棚の板を高さを合わせながらつけていきます。で、次に背面パネルを取り付けるんですけど、ちょっと一人でやるのは危険な作業でした。やりましたけどね。で、するのにはタッピングのネジを使ってて、で、下のを開けるところでキリを初めて使いました。僕はルーターを使ったんですけどね。で、最終的に背面パネルはまず養生テープで固定してから、で、下穴を開けてタッピングネジで固定するというやり方にしました。こうして背面パネルも固定して、コーナーデスク完成です。で、終わったのが1時35分。で、休憩を入れて2時間弱ですね。この辺りでだいぶ疲れてきています。次にサイドデスクを組み立てます。そろそろ気が遠くなってきてます。まずは横長の引き出しを組み立ててます。部品が多いんでね、こうやってトレイがあった方が便利です。で、今取り付けてる金具も4種類とかあって、向きとかが重要です。番号なんとかつけられないもんなんですかね。で、組み立ててる時って頭ぶつけたりするんで、格子割った方がいいです。で、ケーブルポケットを組み立てて、サイドパネルに固定します。1枚のサイドパネルに開き戸のための金具を取り付けていきます。で、背面の隠し板をつけて、サイドパネルを取り付けます。で、天板にピンを立てて、さっき作った下半分のパーツと組み合わせます。
で、足になる金具をさっきと同様取り付けて、だいたい形が出来上がりました。で、2人がかりで設置場所に移動させ、最後の引き出しを組み立てます。この日4回目ですね。で、また金具をつけて、次は開き戸の扉を取り付けます。これはですね、細かい位置調整が必要になります。この頃には疲れ切ってて、もう明日にしようかなとか思ってました。で、4時7分サイドデスクができました。しかしまだ終わりではないのです。はははは。さて最後にサイドデスクの棚の部分を作ってつなぎます。もう部品がかなり少なくてですね、ちょっとほっとしましたね、この時は。もはや疲れ切ってて機械のように作業を進めてます。で、このバックパネルはですね、さっきの机のやつと違って寝かして作業ができるのでだいぶ楽でした。ルーターで下穴を開けた後、タッピングで留めていきます。で、接続用の金具なんかも取り付けました。で、嫁様と2人で移動させて固定用のネジを留めました。で、4時40分、作業開始から8時間、ようやく全ての作業が終了しました。ピローコンパイの線の出来上がりがこれになります。謎の可動ポケットはここになってて開くことができます。で、ちょっと驚いたのが、背面パネルのこの辺りがですね、磁性体の板になっていて、磁石が取り付けることができます。これは結構便利かなと思いました。で、裏に下手に板が張ってなくてですね、下半分は。コンセントとかも配線しやすいのがいいかなと思います。この辺の穴からですね、ケーブルを上に出すことができます。途中でお見せしたみたいに、いちいちケーブルホルダーが机にはついています。結構綺麗ですね、見た目ね。はい。よくできたなと我ながら思いました。というわけで、IKEA の勉強机、ミッキーシリーズ4製品を1日で組み立てました。楽しかったですけど、めっちゃ疲れました。あと、説明書の不親切さもあって、難易度は高め。高校生以上ぐらいですかね。できるとしたら。僕もしばらくやりたくはありません。はははは。この動画気に入りましたらですね、高評価ボタンだとか、よかったらチャンネル登録だとかしていただけると僕は大変嬉しいです。ではまた次回。